り解説。もはや人間国宝。世界が愛したアクションスター。ジャッキー・チェン不滅の傑作ベスト10。ねえマリサ、最近のアクション映画って CG がすごくて、なんでもありって感じよね。ああ、だがなレイム、CG のない時代に、たった一つの体で CG 以上の衝撃を世界に与えた男がいたのを忘れてないか？もしかして、あの世界的なスターのこと？その通り、香港が世界に誇る人間国宝、ジャッキー・チェンだぜ。彼の映画は、ただのアクションじゃない。自らの体を張って生み出す本物の迫力と、観客を楽しませたいっていう魂が込められてるんだ。彼が率いるスタントチーム、聖火班と共に、文字通り命を懸けて、誰も見たことがないアクションを作り続けてきたんだぜ。わかるわ。ハラハラするのに、最後は笑顔になっちゃうのよね。あの魅力は本当に唯一無二よ。だろ？そこで今回は、彼の輝かしいキャリアから不滅の傑作をランキングで紹介するぜ。あなたの心の一本は入ってるか？早速見ていこう。第10位。奇跡、ミラクル、1989年。いよいよベスト10の発表ね。記念すべき第10位は、一体どんなアクションが見られるのかしら？まず紹介するのは1989年公開の奇跡ミラクルだぜ。ただ、この作品はいつものジャッキー映画とは一味も二味も違うんだ。アクションスターとしてじゃなく、映画監督としてのジャッキー・チェンの才能が爆発した傑作なのぜ。監督としての才能？アクションがメインじゃないってこと？ああ、もちろんジャッキーらしいアクションもあるが、この映画の真髄はそこじゃない。ハリウッドの伝説的な監督、フランク・キャプラのポケットいっぱいの幸福という映画、さらにその原作であるデイモン・ラニアンの短編小説がベースになっていてな、心温まる人情コメディなんだ。ジャッキー本人が監督脚本主演を務めて、自身の監督作品の中でも今までで最も気に入っているって公言している、特別な一本なんだぜ。ご本人が一番好きだなんて、それは相当な思い入れがあるのね。その通りだぜ。その思い入れがわかる面白いエピソードがある。ジャッキーがお気に入りの場面として挙げているのが、なんとアクションシーンじゃないんだ。アニタ・ムイ演じるヒロインが、豪華なホテルの中を優雅に歩いていくだけのシーン。たったあれだけの場面を撮るのに、ステディカムを使って3日もかけたらしいんだぜ。3日も、すごいこだわりようだわ。アクションだけじゃなく、映像の美しさとか、物語そのものを本当に大切にしているのね。そういうことだ。当時の香港映画じゃ考えられないくらいの制作費をかけて、豪華なセットや衣装を用意してな。アニタムイや名優のユンピョウはもちろん、当時の香港スターが、こんなところに、ってくらいカメオ出演してるオールスター映画でもある、派手なスタントに頼らず、俳優としての演技力や、映画監督としての実力で観客を魅了した、まさに奇跡のような傑作なんだぜ。第9位。スパルタン X、1984年。第9位。前作は監督としてのジャッキーだったけど、今度はやっぱり、バリバリのアクションが見たいわ。任せとけだぜ。第9位は、ファンからの人気も特に高い1984年の傑作、スパルタン X だ。ジャッキー、サモハン、ユンピョウのゴールデントリオが、スペインのバルセロナを舞台に大暴れする、痛快アクションの決定版なのぜ。トリオ揃い踏みで海外ロケなんて、すごく豪華ね。見どころはどこになるの？すべてが見どころだが、この作品が伝説と呼ばれるゆえんは、なんといってもラストバトルだ。ジャッキーが対決するのは、元キックボクシング世界王者、ベニー・ユキーで、この一騎打ちは、ジャッキー自身がファイティングトップ10の第1位に選んだほど、まさに香港映画史に残る最高の名勝負なんだぜ。ご本人が1位に。それはすごいわね。撮影も、ものすごく大変だったんじゃない？大変どころの話じゃないぜ。撮影現場は香港のカンフースターと本物の世界王者、ザ・ジェットの異名を持つベニー・ユキーで、互いのプライドがぶつかり合う、とてつもない緊張感だったらしい。ついにはジャッキーが通訳を連れてユキーでの元へ行って、本気で戦いたいと申し込んだって言うんだから、その本気度がわかるだろ？それって、
ほとんど決闘じゃない。本当にやったの？さすがに試合はしなかったが、ファイトシーンは本気そのものだった。撮影中、雪出のパンチがジャッキーの鼻をかすめて鼻血が出た時も、ジャッキーは撮影を止めずに、このショットを活かせ、って叫んだらしい。さらに驚くことに、この伝説のラストバトルは、ジャッキーと雪出の二人だけで作り上げたものなんだ。監督のサモハンですら、細かな指示を出すだけだったって言うんだから、まさに二人の魂がぶつかり合った名場面なんだぜ。第8位、スネーキーモンキー、車検、1978年。第8位ね。ジャッキー映画のランキングだと、やっぱりカンフー映画は外せないわよね。もちろんだぜ。第8位は、ジャッキー・チェンの運命を決定づけたと言っても過言じゃない。1978年公開のスネーキー・モンキー・ジャケンだ。この映画の登場が、香港のカンフー映画の歴史を塗り替えたんだぜ。歴史を塗り替えた？そんなにすごい作品だったの？ああ、それまでのカンフー映画って、正直ちょっと暗くて、陰惨な仇討ち物語が多かったんだ。だがこの作品は違った。監督のユエン・ウーピンは、シリアスな物語の中に、ジャッキーが持つコミカルで明るい個性を隠し味として加えたんだ。この新しいスタイルが、カンフー映画の常識をひっくり返したのさ。なるほど。ただ強いだけじゃなくて、面白いっていうジャッキーの魅力が、この作品で初めて本格的に引き出されたのね。まさにその通りだぜ。そして、この映画の伝説を語る上で欠かせないのが、クライマックスの激闘だ。敵のボスを演じるのは、スーパーキッカーの異名を持つウォン・チェンリー。このラストバトルの撮影中に、とんでもないアクシデントが起きたんだ。アクシデント？一体何があったの？ウォン・チェンリーの強烈なキックが、誤ってジャッキーの口にクリーンヒットしてしまったんだ。その結果、なんとジャッキーは歯を折られちまったんだぜ。だが、驚くべきはその後だ。彼は撮影を止めずに続行した。だから、映画のラストシーンでは、実際に歯が抜けてしまったジャッキーの顔が、はっきりとスクリーンに映し出されてるんだ。まさに本物の衝撃映像だぜ。第7位、サンダーアーム、UK コテイ、1986年。第7位ね。さっきまでのカンフー映画とは、また雰囲気がガラッと変わりそうね。ああ、今回の舞台は全世界だぜ。第7位は、1986年公開の冒険アクション大作、サンダーアーム UK 固定だ。インディ・ジョーンズのアジア版とも言える作品で、アジアの鷹の異名を持つジャッキーが、世界中に散らばった秘宝をめぐって大冒険を繰り広げるんだ。わあ、スケールが大きくて面白そう。スタントも、さぞかしすごかったんでしょうね。すごかった。なんて言葉じゃ足りないぜ。この映画は、ジャッキーのキャリア史上、最も有名な、そして最も悲劇的なあの事故が起きてしまった作品として、伝説になっているんだ。事故？まさか、大怪我とか？ああ、冒頭の、木から木へと飛び移るシーンの撮影中だった。捕まった木が折れて、彼は15メートルの高さから落下。頭蓋骨を骨折するという、生死の境をさまよう大事故だったんだ。日本でも、ジャッキー死亡かって噂が流れたほどだったんだぜ。そんな、一歩間違えたら、本当に無事でよかったわ。まったくだな。彼は奇跡的に復帰したが、この事故の後遺症で左耳の聴力をほとんど失ってしまったんだ。事情を知る人は、彼の右側に立って話すようにしてるらしい。映画をよく見ると、事故のシーンを境に、手術で坊主にしたジャッキーの髪が、傷跡を隠すために急に長くなっているのがわかるぜ。まさに彼の役者魂の証だな。ちなみにクライマックスの気球に飛び移るスタントは、007シリーズのプロチームの協力を得て撮影された。まさに命がけの一品なんだぜ。第6位、ラッシュアワー、1998年。第6位は、ついにハリウッド作品の登場ね。これは知ってるわ。すごくヒットした映画よね。その通りだぜ。第6位は、ジャッキー・チェンのキャリアにおいて絶対に外せない一本。1998年公開のラッシュアワーだ。この作品こそ、レッドブロンクスの成功で高まった人気を決定的なものにし、
ジャッキーがハリウッドスターとしての地位を不動のものにした、記念碑的な大ヒット作なんだ。確か、アメリカ人の刑事さんとコンビを組む話だったわよね。すごくコミカルだった記憶があるわ。ああ、おしゃべりが止まらないロス死刑の刑事カーターと、無口で腕の立つ香港警察のリー捜査官。この全く正反対の二人が反発し合いながらも事件を解決していく、最高のバディアクションムービーだぜ。この作品は、ジャッキーが出演したアメリカ映画で初めて、興行収入が1億ドルを突破する歴史的な大成功を収めたんだ。1億ドル、まさにハリウッドスターの仲間入りね。ジャッキー本人も、この作品にはすごく満足してるんじゃないかしら？それがだぜ。実は、全く逆なんだ。ジャッキーは自身のブログで、ラッシュアワーシリーズは好きじゃない、とはっきり公言しているんだぜ。特にアメリカの撮影現場は、香港のように即興でアクションを作り変えたり、自由な発想で撮影を進めたりすることが難しく、彼のクリエイティブな欲求が満たされなかったと言われているな。あんなに大ヒットしたのに、どうして？彼が言うには、まずアメリカ的なユーモアがよくわからなかったらしい。それ以上に、アクションシーンのスタイルがアメリカ的すぎて、全く気に入らなかったそうだ。撮影が終わった時には、作品の内容にもアクションにもがっかりした、とまで語っている。あくまでアメリカ市場を試すための出演だったみたいだな。とはいえ、この作品の成功があったからこそ、ジャッキーの名が世界中の誰もが知る存在になったのも事実。ファンにとっては、いろんな意味で忘れられない一本なんだぜ。第5位、プロジェクト8、史上最大の標的、1987年。いよいよトップ5ね。第5位は、あの名作の続編じゃないかしら。その通り、第5位は1987年公開、プロジェクト A2 史上最大の標的だぜ。実はこの作品、ジャッキーのキャリアにとって、すごく重要なターニングポイントになった一本なんだ。ターニングポイント？どういうこと？もともとジャッキーは、続編映画は作らない。っていう強いこだわりを持っていたんだ。でも、いろいろな映画に出るうちに、続編を作ってみたい、という気持ちが芽生えてきた。そうして、彼が自身の心情を曲げてまで、初めて制作した続編がこの、プロジェクト A2 なんだぜ。そんな覚悟を持って作られた作品だったのね。前作の仲間たちも、もちろん大活躍するんでしょ？いや、そこが大きな違いなんだ。前作で最高のトリオだったサモハンとユンピョウは、別の映画の撮影で参加できず、今回はジャッキーの単独主演作になっている。その分、ジャッキーの負担も大きかっただろうが、彼はその期待をはるかに超えるものを作り上げたんだぜ。一人でも、前作を超えるようなすごいことをやったのね。ああ、まずスケールが違う。当時の香港映画史上最高額となる、1億香港ドル、日本円で約18億円っていう、とんでもない制作費が投入されたんだ。撮影のために巨大スタジオを2つも独占して、セット代だけで10億円もかかったらしいぜ。映画のセットもまるで本物の街並みのように精巧に作られ、細部にまでこだわりが感じられるんだ。そして、この映画のクライマックスには、映画史に残る伝説のスタントがある。壁が丸ごと自分に向かって倒れてくるシーンだ。これは、ジャッキーが心の底から尊敬する伝説の喜劇王、バスター・キートンの有名スタントへの、命がけのオマージュなんだぜ。第4位、水剣2、1994年。第4位、ついに来たわね。ジャッキーを一躍スターにした、あの伝説の映画の続編じゃないかしら。ああ、16年の時を経て伝説が帰ってきたぜ。第4位は、1994年公開、水剣2だ。ジャッキー・チェンの原点にして、カンフー映画の集大成とも言える、まさに最高傑作だな。16年ぶり、前作のキャラクターたちがどうなったのか、すごく気になるわ。それがだぜ、この映画は2と名乗ってはいるものの、設定や登場人物は前作から引き継いでなくて、全く新しい物語なんだ。だから、前作を知らなくても楽しめるぜ。ただ、この傑作の裏には、実は大変な制作トラブルがあったんだ。トラブル？一体何があったの？当初の監督は、
カンフー映画の生きる伝説、ラウ・カーリョンだったんだ。だが彼の撮るアクションがあまりにも伝統的、古風すぎてな。ラッシュを見たジャッキーたちが、このままでは受けないと判断し、撮影途中で監督を解雇。残りのほとんどのシーンを、ジャッキー自身が撮り直したんだぜ。監督を解雇。すごい話ね。それだけ、ジャッキーがこの作品にかける思いが強かったってことね。そういうことだ。そして、その思いはラストバトルで爆発する。敵の足技使いを演じたのは、元ムエタイ選手で、私生活ではジャッキーのボディガードも務めるロー・ホイクオン。彼の人間離れした足技に、ジャッキーは追い詰められる。そして、父から固く禁じられていた酒がない絶体絶命の状況で、彼が手にしたのは、なんと、香料用アルコールだったんだ。香料用アルコール。そんなの飲んだら、体がめちゃくちゃになっちゃうわ。まさにその通りなんだが、その狂気の沙汰が、映画史に残る伝説のラストバトルを生み出した。彼の役者魂の凄まじさを、ぜひその目で確かめてほしいぜ。第3位、ドランクモンキー水拳、1978年。いよいよトップ3の発表ね。第3位は、やっぱりあの作品しかないんじゃないかしら？日本中の少年たちが、この憲法の真似をしたはずだぜ。第3位はもちろん、1978年の不朽の名作、ドランクモンキー水拳だ。この作品がなければ、今のジャッキー・チェンは存在しなかったかもしれないな。邪剣のすぐ後の作品よね。どうしてここまで伝説的な作品になったのかしら？邪剣の姉妹編として、ほぼ同じスタッフとキャストで作られたんだが、この水拳は、シリアスな部分を完全に振り切って、徹底的に明るく楽しい活劇に仕上げたんだ。それまでのくらい仇討ちが定番だったカンフー映画の世界に、革命を起こした一作と言えるぜ。酔えば酔うほど強くなるっていうキャッチコピーは、今でも覚えてるわ。本当にインパクトがすごかったもの。だろ？師匠であるスーファーチとの地獄の修行シーンもコミカルで、観客は笑いながら主人公の成長を見守ることができる。この楽しさこそが、ジャッキー映画の真骨頂だよな。そして、この映画がただのコメディで終わらないのが、クライマックスの最終決戦だ。最強の殺し屋との戦いね。師匠から教わった水八戦で勝つのかしら？それが違うんだ。最強の敵は水拳の動きを完全に見切っていて、ジャッキーは絶体絶命のピンチに追い込まれる。そこで彼はどうしたと思う？なんと、師匠も知らない、自分だけの河川湖の型を、その場で即興で編み出して逆転勝利するんだ。ただ教えられた技をなぞるんじゃなく、自分の力で困難を乗り越える。このカタルシスが、世界中の観客の心を掴んだんだぜ。第2位、ポリスストーリー、香港国際警察、1985年。いよいよ第2位。ここまで来ると、もうどの作品が来てもおかしくないわね。だがこの作品を外すわけにはいかないぜ。第2位は、ジャッキー自身が自らのベストムービーと公言してはばからない。1985年の傑作、ポリスストーリー香港国際警察だ。ジャッキーのアクション映画に対する魂が、ここに全て詰まっていると言ってもいい。ベストムービー、そこまで言わせるなんて、よっぽど特別な作品なのね。実はこの映画、ジャッキーの怒りから生まれた作品なんだ。本作の前に出演したアメリカ映画、プロテクターのアクション演出が、あまりに不本意で、ジャッキーは、こうなったら俺が本物の刑事アクションを見せてやる。って、怒りを爆発させて企画したのが、この、ポリスストーリーなんだぜ。そんな誕生秘話があったのね。じゃあ、アクションシーンはものすごいことになってるんじゃない？その通りだぜ。この映画は、まずジャッキーが山の急斜面を爆走するカーアクション。2階建てバスを追いかけるアクション。そして、ショッピングモールでのバトルっていう3つのアクションを考えて、それをつなげるために後から脚本を作った。というくらいアクション最優先で作られているんだ。特にガラスを多用したアクションが多くて、現場ではガラスストーリーって呼ばれてたらしいぜ。ガラスストーリー、すごいあだ名ね。でも、一番すごいのはやっぱり、あの伝説のシーンよね。クライマックスのショッピングモールでのポール格好だな。
あれは CG じゃない、正真正銘、命がけのスタントだ。実はあの撮影、本番の合図をスタッフが勘違いして、ジャッキーが心の準備もできないままカメラが回り始めちまったんだ。後戻りできない状況で、彼は死んでたまるか。って意味の言葉を叫びながら、地上3階から地下1階までの約30メートルのポールを一気に滑り降りた。あの叫び声は、彼の覚悟そのものなんだぜ。第1位、プロジェクト A、1983年。ついにこの時が来たわね。数々の傑作を押しのけて、不滅の傑作ランキング、栄光の第1位に輝く作品は、一体何なのかしら。ああ、ここまで見てくれた視聴者も、きっとこの作品を待っていたはずだぜ。ジャッキー・チェン不滅の傑作、その頂点に立つのは、1983年公開。プロジェクト A だ。じゃあ、やっぱり、この作品が1位じゃなきゃ、嘘よ。だろ？ジャッキー・チェン、サモ・ハン・キンポー、そしてユン・ピョウ。香港映画界の至宝である3人の天才が、最高のバランスで輝いた奇跡の一本だ。アクション、コメディ、ストーリー、音楽、その全てが完璧。まさに、ジャッキー映画の最高到達点と言えるだろうな。プロジェクト A って不思議なタイトルだけど、何か意味があるの？いい質問だぜ。実はこれ、もともとは内容をライバル会社に盗まれないようにするための、ただの仮タイトルだったんだ。でも、言葉の響きがいいってことで、そのまま正式タイトルになったんだぜ。そして、この映画を語る上で、絶対に避けては通れないのが、映画史に永遠に刻まれた、あの伝説のスタントだ。時計台からの、落下シーンね。そうだ。高さ20メートル近い時計台から、命綱もなしに真っ逆さまに落ちていく。ジャッキーは、彼が心から尊敬する喜劇王ハロルド・ロイドに敬意を表すため、この前代未聞のスタントに挑んだ。だが、さすがの彼も、決心するまでに丸々1週間も悩んだらしい。CG なんてない時代だ。失敗は、文字通り死を意味するからな。そしてもう一つ、今やジャッキー映画の代名詞とも言えるエンディングの NG シーンだが、実はあれ、日本の配給会社だった東宝東亜の担当者が命がけの撮影の裏側も面白いから見せようと提案したのがきっかけで、この作品から始まったんだぜ。そうなの。じゃあ、日本がきっかけで、あの楽しさも生まれたのね。その通りだ。命がけのスタントと、それを笑いに変えるユーモア。ジャッキー・チェンというスターの全てが、この一本に詰まっている。だからこそ、プロジェクト A は、時代を超えて輝き続ける、不滅の傑作なんだぜ。総評、まとめ。いやー、すごかったわね。こうして見ると、ジャッキーの映画って、一本一本に命がけの伝説が詰まっているのが本当によくわかるわ。ああ、今回紹介した10本は、まさに氷山の一角だぜ。彼の映画は、ただのアクションじゃない。そこには、観客をとにかく楽しませたい、驚かせたいっていう、純粋で強烈なサービス精神と、映画そのものへの深い愛が溢れているんだ。本当にそうね。ハラハラドキドキするのに、見終わった後はいつも温かい気持ちになって、笑顔になれる。それがジャッキー映画の魔法よね。その通りだ。今回は彼の単独主演作を中心に選んだが、ジェットリーとの夢の共演が実現したドラゴンキングダムのように、キャリアを重ねてからも私たちを驚かせてくれる、まさに生きる伝説だよな。時代が変わっても、CG がどれだけ進化しても、彼の体を張った本物の輝きは、絶対に色褪せない。これからも、彼の傑作たちを語り継いでいこうぜ。今日の動画を見て、また全部見返したくなっちゃったわ。皆さんも、あなたの好きなジャッキー映画があったら、ぜひコメントで教えてくださいね。今日の解説が面白いと思ってくれたら、チャンネル登録と高評価をよろしく頼むぜ。それじゃあ、また次の動画で会おうな。